なんでうちみたいなとこ来てくれるのかなとか、まあ廃墟やからかなとかで思ったりもするんですけど、まあそれはそれで面白いんかなと思って。一品をねこうやって持ってるんです私。自分が作ったやつを。これお母さんが。はい全部作るんです。最初もうここができた時はねおかずのケースのがあってね20ぐらいおかずケースの中にいっぱい入れてた。でもやっぱり筋が病気がちでね、はい。でも4年前に亡くなって私一人でちょっと増してたんですけどね、はい。手伝ってくれるようになったからあとは補助だけで助かってます。これ今定食。もともとずっと洋食やったんです僕ですか？僕はそうですそうです。か？ずっと。ずっとですね。もともと父親も一番初めに洋食フランス料理をしてて、でもまあ聞いた話によるとフランス料理とかするとやっぱりどうしても原価がかかるんで店を出すにあたって町中華とかの方がいいんじゃないかっていうので町中華にしたみたいなんですけど、父親の実家がもともとこういう町中華というかでその名残でやったみたいですよね。持ち帰りがね最近よくありますよ。これはね今一品をちょっといろいろ作ってるんですよ。毎日ずっと同じもんやったら飽きるでしょ。だからちょっと変わったやつとかもいろいろやってます。店内に相撲の写真がはい飾ってあると思うんですけど、はいはい、僕やと思うでしょう。違いますからね。うちの昔からのお客様で、その方が今お相撲さんになって今まだ幕下なんですけど、昔からもうちっちゃい小学校とか父親が生きてる時からずっと家族で来てくださっててね、曲げとか言った時も親父に見せたいって言って来てくれたりとかね、この子がね大辻君です。ほうれん草のおひたしで今日はきんぴらとほうれん草と酢の素3品か4品ぐらい一品するので毎日ねこなして一品作るから案外ね3つ4つ言うけど大変なんですよね。ここが入れないに太いからそやからもうこっちで私がもうこっちとこの辺で仕事してられない入られないから。もともと作りがちっちゃいもんね。そうやね。うん。
父親の代からやったら多分30年ぐらい30年。継ぎ足し、新しいのを作るんですけど前のやつをこうずっと継ぎ足しながらやっているので、コクであったり深みっていうのは鳥岡さんと出ないです。ずっと足して、これもあんまり、これはラーメンのチャーシューなんですけど、これはロースなんですよ。こっちは肩ロースなんですけど、ロースこれ1枚分ラーメンには、肩ロースはチャーハンとかそういうので作ったり、このロースとかはボコボコ炊いちゃうとパサパサになるんで、すごい慎重にしっとり揚げないと焼き豚は。これははいから。皿に盛ってるから割とそのまま食べれるようにこう味付けしてるんです。まあ、この味が好きな人はすごい気に入ってもらってちょっと濃いめの味なんです。おでんの出汁もいいですか？追い足しなんですか？おでんの私ももちろん母親はこれもう長いですよ。母親ずーっと食べますから、おでん出汁追い出しで。ずーっともう継ぎ足し神戸牛の筋使ってるんですけど、そのだしも入れてるからうまみが出てきて、少しうちは甘めのおでんなんで。いろいろこっちの方が辛くないんで。これが神戸牛の筋なんです。あこれがね。これが。うん。でこれ全部神戸牛入ってるので。5つ入ってね、580 580円。円。はい。神戸牛使って。はい。神戸牛はね、もう今高くなってるからね、ほんまに最初の頃はなんかもうすごくもうふんだんに使ってるようなね神戸牛やったけど、これはもう絶対こだわって神戸牛を使ってます。カツレシの今またねあれを大丈夫ちゃうかな。その時にいいものを僕たちは叩いてるんですね。カツ飯を端で食べるのはもうあれやな、決まってるやんな。もうスプーンはついてこうへん。こうへんね。カツレシは基本は端やな。端やと思う。あ、カツ飯はもも肉なんですか？そうです。牛のもも肉です。ロースとかを使ってる人とかもおるんですけど、それってどうしてもしつこくなるんじゃないかなと思ってて、肉の味が油がっていうのがどうしても強くなっちゃうんで、あくまでソースとご飯と肉が一体化してマッチしないと美味しくないと思うんで、このカツにつけるのは、ピンク岩塩。はい、ヒマラヤのピンク岩塩で、こっちの方が辛くないんで旨味がある塩ですね。塩コショウ。
んな感じですか。これがつけてた分なんです。必ずつけておく分ですね。少し前に1日夜ぐらいにつけたらしっとり揚げた時にクリスピーになってくれて、肉とパン粉の間に空気が入らないんで肉が縮まないです。それが一番かもしれないですね。乾燥パン粉と生のパン粉を割るのも、乾燥パン粉は適度に水分吸ってくれるんで、つけたてやったらどっちかというとサクサクってなってちょっと柔らかい衣になってしまう。でもこれやったらカツ飯のソースかけた時にべちゃってなってしまうような感覚がなくしたかったから。季節季節によって一品をちょっといろいろ変えたいと思って、カツ飯はあっさりした酢の物とか、そのお客さんによって嫌いなものもあるしね、それぞれ考えてます。常連さんだけのためにもう持ち帰りでもういろんなの作ってあげる。でも喜んどっては自分せんでもええから、それだけでも元気もらえるんやって。もう大体もう何が好きやいうの分かってるでしょ。週2回いっぱい持って帰ってるんですよ。うまみがまだできてないんですけど、こっちは理科とか科学とかは昆布使ってるんですね。昆布のうまみを入れてるんですよ。アミノ酸の一つのグルタミン酸が、鶏のイノシン酸と混ざって相乗効果を生み出すとか、そういうのをこういろいろ簡単に味の素を入れたら簡単にうまみは足せるんですけども、それだけじゃできない。昆布を入れることによってっていうかねっとり絡みつくというか面白いですよ。塩、これこれが昆布です。これで旨味を周りにまとわすっていうイメージで、今こんだけサラサラじゃないですか。これが今日使うやつです。ネトってなってるの分かりますかね。こう糸引いてるの、昆布から出てる旨味がまとわりついてるんですね。どうやったらより美味しくなるかなって言って、手間暇かけんと多分美味しくならないじゃないですか。時間をかけて美味しくさせていくっていうのが僕とか親父のモットーやったかなと思います。あと半分、はい、これがカツ飯のソースですね。仕込んでた分です。5日分ぐらいしか持たないかな。1週間持ったらラッキーぐらいこれも継ぎ出しです。継ぎ出しですね。発電しながらの新しいものばっかりで作るとトゲトゲしいというか、丸みがあった方が食べやすかったりするんで、コクまろやかさっていうのはめちゃくちゃ出ます。全然違う。だからそういうのが継ぎ足しの理由やと思うんですよ。これはもう理にかなってるなと思いますね。お客様に最後なる分のフルーツサラダ、フルーツと生クリームを合わせてシンプルに一人でやってる時にやり始めたことですね。フルーツサラダ出し上げたいって言ってね。これがサービスなんですか。定食についてます。でも定食以外にもつけてます来てくれたお客さん全員に、一口だけって変ですけどね、そこからの名残でずーっとやってます。父親はそうやったんですね。人に喜んでもらったりとか、美味しい美味しいって食べてもらうのが好きやったから、いろんなものを多くつけたりとかようしてましたね。
人で今はもうこのお店は。基本的にはもうその他僕と母親とあとは姉が手伝いに来てくれたりするんですけどね。やっぱ3人おったらねちょっと助かる時あるよね。出来上がったらちょっと食べてみてください。ぜひぜひ。出来たてはもっと美味しいですから本当はね出来たてを作ってあげるのが一番いいんでしょうけど。これが出来上がりのフルーツサラダになります。これをねこうやってね一つずつこう入れてそれでお客さんにね一番最後に本に出すんですね。忙しいって忘れたりちょっと忘れることがある。撮影しながらが大変やと思うけど。本当や、はいどうぞ。会えるから嬉しいわ。娘がちょっと手伝ってくれて、でおれへん時はもう一人でやってたからこうしてフライパン75もなんてなかなかできない。今はねもうさからゆっくりしたらもう全部してくれるから。私そこねここの市場ができて2年ぐらい後でしてるから48年か9年ぐらいになると思うんですよ。できた時はねすごいやっぱり市場自体がね繁盛してた頃やからね。今はコンビニとかもう大きなねマーケットに干されてしまってるけど、もう市場が全部こういう状態になってる。もうやめてるところが多いですね。でも私そこも1軒だけになってるけど、もうなんとかみんな頑張ってよっていうから頑張ってるけど。お麺が硬すぎて切り干しで柔らかすぎるんですよ。厚揚げすごい美味しい。これでちょっと揚げといたらね、今度最後行く時にもう一回揚げてあげたら。お父さんの写真がここに載ってるんです。で主人です、亡くなった。一番超えてる時やったからこんな顔してるけど、もう痩せてもでね、あれ最後あれやったけど。こういう顔やったからね、プリンはねこんな感じでわ持って帰るよって言ったからこういう感じ、極限に究極に柔らかくしてるんですよ。もうほんまにトローンとした感じで、今日来てのお客さんがね今日はこれを持って帰るって言おうとったから話ようしてですわその人は。
これがお父さんの写真で、ここいつも置いてるんです。3年も経つんやからね。同じ商売しとったからね。洋食の方のコックしとったから、そやからここついてるんけど、まだしっかりしてないから。手術してからちょっとまだ1年ぐらいから、だから長いこと半年以上休んでたからね、もう大変でしたけど、みんなとお話しするのがリハビリやと思って私はそれの方がねやっぱり体の調子もいいみたいな。おはようございます。あ、すごい、これで、すみません。ご苦労様です。約3年、50年代の付き合い。50年付き合いで、もうすいません。もう何十年のお付き合い。何十年。もう長い長い、もう50年ぐらいもう。ずっとやもんな。ずっとやもんな。そう、田代さんの。じゃあ、なんでよ。もう飲んだってんけど。ありがとうございます。でこなしてな、いつもじゃんで帰んね。ええ感じやろ、みんなないい人ばっかりね。ああ、美味しい。もうね、この年になってね、ずっと来られることありがたい。ここのな、お父さんの内縁してやってな、すごいで親切でな。私らも感謝ですわ。すみません。両手で。必ず来ます。美味しい。いつも結構肌にその。またやりましょう。はい。まだバリュー。頑張って。バイバイ。バイバイ。まあいろいろ付け合わせは勝飯でね、店舗いろいろ違うと思うんですけど、僕は千切りのキャベツのサラダと何かしらのパスタ、和風のアーリーオーリオみたいな感じ。やっぱり自分が食べるの好きやから、だからこんな大きいんですけど、だから余計に追求していくんやと思うんですよね。やっぱりこれ美味しいなって思ったら、それ俺も作れるやろなとか、俺やったらもっと美味しく作りたいなとか、そういうことを思っちゃうから、どうしても。これオリーブオイルじゃちょっと強すぎるから。付け合わせでね、必ずつけてるんですけど。一人で全部仕込んでますからね。まあほんで朝こうやってこういうおかず系統しなきゃいけないですからね。夜3時までにして、そこからやっぱりある程度仕込みしないと、とてもじゃないけど僕が間に合わないから、やっぱりそれで時間はどうしても取っちゃうからね。だから土日しか夜はできないんかなと。まあ日によってちゃうんですけど、やっぱカツ飯はめっちゃ出る。あ、ご飯おかわりですか。おかわり自由。そうしないとカツ煮にした時にご飯がいっぱい食べられへんから、好きなだけ食べてくださいよって言って。オープンしようするで。よいしょ。
お客さんで。昨日はね、これぐらいからも。でも外の方はぬくいやろ。そこの市場出てた時にそこがメインで来とって、ここで帰りしなにラーメン屋あるからラーメン食って帰ろうかいって吉本さんが初めで、それから美味しいから言うてずっと吉本てるなあ、私がちょっと病気しとったからな、もうやめた思って。知らなかってずっと見に来たって、もうずっとシャッター閉まったままでもうやめたったなとかって思って、で後でまあ聞いたらこんなんやったりとかね。みんな閉めたもんとったらしいから心配しとったみんな私のこと。閉めた時あったんですよ。母がガンだった時に半年ぐらい閉めたのかな。そうやね。その時はもうしばらくの間やってみんなそんなにな。何もかかんと休んどったからね。みんなやめたと思う心配してくれて、復帰した時はね、みんな喜んでね、もう嬉しかった感じ。それが一番嬉しかったね。今の状態で。もうかけとっていいんやろ。はい、田代さんです。ありがとう、ありがとう。ほんまや。これな。これな、斜めならように。これだ。山越えるんですか、この自転車で。山越えてずっとこっちのずっと短く入ったり、これゆいちゃんにもたず気に入っとんねん。ね。ありがとうな、これにやかに言うてな、またよろしくお願いします。車、気をつけてね。はい、できましたよ。ビールがやっぱり行だよね。片栗粉も2杯ぐらい入れといてくれる？このゼロでいいんですから。男の人？ここ最近。唐揚げがもう超でっかくて、こんなにしょ食べられへんみたいな。そうなんで今日はちょっと抑え気味で。
これ単品ね。よいしょ、いいですか。ラーメン。ラーメンと焼き飯のセット一つね。もう一つだけ。通りますよ。はい、通りますよ。はい、窓さんどうぞ。サラダやってるな。サラダも出た。ありがとうございます。よいしょ。はい、ごめんなさい。向こう側がセットを頼まれるから、もう来た瞬間に僕はこれあげとく。何名様で。カツ煮定食。カツ煮ね。はい。ご飯は。大盛りで。はい。いえいえいえ、3150ね。ありがとうございます。ありがとう。どうも。お父さんです。ありがとうございます。とんかつに関してはサクッとした食感が欲しいからその時に揚げないと今度はガリってなっちゃう。その辺のこだわりですね。はい。合計ほらラーメンと焼き飯が2つ。はい、カツ握ったよ。カツ握り。はい、カツ煮です。はい、ありがとう。ラーメンと。
唐揚げまた入れれる？あれも入れてくれたら助かるわ。このままな。ありがとうございます。はい、ちょっと多めに。あの子らの台ちょっと多めに入れたってな。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃい。3の後3名様がはいね、はい、お待たせです。はい、どうぞね。ラーメンセット、ラーメン焼き飯セット。そう、もうできますから、味噌汁さ。黒の黒麺の部分で、ご飯して美味しいから。うん、いいよ、出しとっていいよ。これ仕事間に合わんわこれあかん間に合わん全然間に合わんでかっちょっと待ってこれちょっと待ってちょっと待ってこの仕事間に合うわけないやんいただきますはい、唐揚げいい。唐揚げです。いけるって。ほんまお前なくねこれ。待ってこれマジ食い切れる1000円で腹いっぱいになる。いや腹いっぱいどころちゃうってこんなん冬から仕事できる。これほんま仕事できんのあかんわやばいわ必死ですよ。めちゃくちゃ必死です。もうめちゃくちゃいいし。うまいけど。はい、できました。ごめんなさい、こっち来ます。はい、お願いします。ごめんなさいね。はい、ちょっと持ってきますからね。はい、お待たせしました。すみません。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。それだけ。あとはもう全部値段はして。もうこれでんねんけど食べられへんぐらいの量でも持ってないつもりやねんけどね。みんなが食べれるぐらいのお腹いっぱいになるぐらい。食べきらなかったらもう持って帰るそうそうそう。その拡大もいただいてないんで、残して帰られるよりか持って帰ってまた召し上がっていただくっていうのが最近は持って帰ってくれる人いっぱいおるから嬉しいです。食べられへんかっても。僕がでかいからね、基本僕専用な僕サイズになってくるかもしれない。おかんによう言われると、もうちょっと減らした方がええって。食べられへんかってもいいから出してあげたらええや。完食してるじゃないですか。すごい。食べました全部いやめっちゃ量多いですいやけどめちゃくちゃ美味しかったです初めてやったんですか。初めてですボリュームまずびっくりしたっすこんな多いと思ってなかったっす大ではい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここに今入ってます。
安くてボリュームがあるよな。はいタレ美味しい。はい、いらっしゃいませ。こっちにあるから聞いてなかった。めっちゃ大きかったら5個ぐらいで、ちっちゃいのと混ざってたら6個とか、小さいところも出てくるから、それで。和風ラーメン。和風のだしに神戸牛を入れて、卵でとじた。すいません。からでもできますから。からでもこちら。置いててな。ちょっとですね。ご飯ももうないんちゃう？はい、和風ラーメンです。お待たせしました。おねが書いてるんですよ。木ですよね。あ、ほんま。はい、めちゃくちゃ。いや、めっちゃ可愛くて。いいなと思って。よかった。もう、あれですか。もうお姉様が書いてるんですか。はい、餃子。はい、餃子お待たせしました。カウンターのところ置いてあると思うから。中。はい。じゃあ中で中はい。初めて来て。Google マップの検索をよく使うんですけど、評価が良かったのでここや。なんか加古川が有名なんですよね。あんまり食べたことなかったんで、せっかくなんで勝つ飯を選びましたけど。あ、そうです。ちょっとはい。はい。え？なんで？お待たせしました。あ、中でよかった。ありがとうございます。中ですか。中サイズ。ちょっと圧倒された。あ、そうです。はい。ありがたいですね。ありがとうございます。お疲れ様です。
だからおとんちゃん、えみちゃんじゃあ大山さんと。11種類ぐらい。定食にいいんじゃないでしょうか。ここに入れますよ。よいしょ。完成です。ちょっと頼むわね。この辺は。僕が見たらちっちゃく見えるでしょ。逆に。これ全部セットですか？正規のセット。1000円です。これで1000円。これも1000円。全部同じ。その代わり小も1000円、長も1000円、大も1000円。なんとか950で持ちこたえとったけど、なんか言いにくいねんけど、ごめんな言うて。なんか変わってるでしょ、ほんまに。こんなん和紙で食べるんかと思うから。今になって思うことですよ。若い頃はちゃうかったっすよ。若い頃俺はフレンチやりたいよ。フレンチ市場過ぎやったから。フレンチこそ一番って思ってたから。まあそんなことない。何を作っても美味しいって言ってくれるし。でもカツ飯で言ったらやっぱこの辺で言ったらもう有名じゃないですか。わかんないです。SNS も自分で発信してるわけじゃないから、だから美味しいって言ってくれてありがとうございますって。他の人がね、載せてくれて初めて広まっていってくれて、ね、今日だっていろんなとこから来てくれたろうやろなっていう初めての人とかもいらっしゃったんでね。1回入ってくださったら、まあ2回3回とお目になってる方が多い。私も病気してここで仕事しだしてからやっぱぐんぐん元気になっていった。やっぱ動いて話をしたりするのがやっぱり体のためにもいいみたい。今のところ精一杯やね、2人で。ほんまに精一杯。
よう競ったからな。これあれな、何？これ多少さん持って帰るやつだからな。350年代の付き合いで、もうすいません、もう本当ですよ。もうありがとう。じゃあほいでね、何や一応つけるのはこれかこの補助だけで助かってます。そこ座ってもうね。どこへ？それが一番嬉しかったね、今の20歳での。これがお父さんの写真で、ここに今置いてるんです。3年も経つんやからね。すごい。大きさすごいですね。お願いします。機内のご案内になりますので、お名前書いてお待ちください。はい。電車お待たせしました。唐揚げ定食を一つお願いします。これ1050円でこれです。贅沢ですね。贅沢でしょ。まだおばちゃんおうどんが来てないけど、おうどんがこれに来るね、これが。そうやろ。ほんまに。だから葉っぱがいるよねっていつも思う。すげえな。お気をつけくださいね。すごいな。一口でっかい。やば。美味しいな、おうどんも。おうどん美味しい。気持ちいい。もうちょっと。こんにちは。切れる刃って爪にこう引っかかるんですよ。はいはい。それでちょっと確かめてるんですけど。握り仕上げとかは。お願いします。
店舗はどういう関係っていうか。もともと居酒屋先やっとって、隣はまあ別の方のがケーキ屋さんちょっとやっとったで、その人が移転して店開くってなったんで、まあ昼なんかできへんかないうことで壁開けてつなげてしまったんやけど。そうですか。許可取ってね。へえ。うるめソーダカツオとサバ節とあとポンコとブレンドオリジナルで酢飯酢飯のお酢ですね。砂糖と塩が入ってるんで、それを溶かす感じで味は濃いめにしてあると思うんですけどね。ネタとのやっぱりバランスが大事なんですよ。味付けは奥様の。そうやね、私がつけるんで。
タルタルです。どこから仕入れられてるんですか、こういうところが。鮮魚店と市場とあちこちところに全部入れてるの？一回カラカラになるまで。ある程度カラカラになるまでやってます。めちゃくちゃいい香りですね。匂いだけでもああ、お腹いっぱいになっちゃって。これが美味しいっていう。そうですそうです。これが出汁取った鰹節の。奥さんがいつも。最初うちの兄貴が居酒屋始めて、で誘われてやってみるかって言われて、まあ隣空いたんでお昼なんかできんかな思ってでやり始めた。まあうちの親が寿司屋やっとって料理人というかの家庭やったんで、そこから引き継いだと。僕もその高校の時ぐらいでお昼ご飯に美味しいうどん屋さんがあったんですよ。このうどんがやっぱ一番美味しかったんで、兄がだしだけ教えてもらえるみたいな、まあそのまま使ってるわけじゃないけど、ちょっとアレンジして、そこで教えてもその店も古い。旗
片付け次第のご案内になりますので、お名前書いてお待ちください。あ、そうですね。はい。お願いします。お願いします。はい。漬けマグロきつね1、山かけ冷やし1です。幸せ。いらっしゃいませ。お願いします。失礼します。山かけ丼です。はい。漬けマグロですね。マグロ味付いてますが、お好みでタレをかけてお召し上がりください。山かけ。これは漬けマグロ。いらっしゃいませ。漬けのきつね。いいですか。セットですね。セットにです。エビ天ぶっかけの冷たいのが一つです。はーい、2番さんお呼びです。はーい。山かけ冷やし。山かけね。はい。失礼します。きつねと昆布、焼肉にきつねと昆布。いらっしゃいませ。お願いします。漁師きつね1、最強ありありはい、今日行きます。はい、最強行きます。最初はそうですね。別に今は特にそうですね。お願いします。穴子の昆布が1、親子の冷やしが1です。最強のきつねの分が大葉が嫌いだそうです。決めてください。はい、お願いします。午前持って行ってもうたよ。うん、行ったよ。お願いします。最強天下の冷やしが1。はじめの握りのきつね1玉プラスね。持ってくれる。暑いからね。はい。はい、最強昆布1玉プラス。はい。
最上1番。同じところ。カレーうどん上がったよ。はい。それだけ。あ、器あります。はい、上がった。初めの最強ね。はい。大葉抜き。はい、カレーうどん上がったよ。はい、いっぱいなのでお待ちいただくので、お名前書いてお待ちください。カフェがいいよね。まあ出してやるときは出してやるけど、何もかも出しよったらこいつはキリがないとか。穴子丼の昆布がお待たせしました。初めて見た。ちょっと狙ってたんです、私は。あ、そうですか。SNS で誰かがアップしてはるのを見て狙ってました。すごいすごいでかい。大きさすごいですね。でもまあびっくり。でお出汁もついてて、タレもついてるって親切ですよね。味が2つ食べれて。この値段でこんだけボリュームあったらみんなするよね。もう決めてたんですか。悩んだ、悩んだ、だいぶ悩んだ。決め手は。まあ穴子食べたいな。どうですか、親子丼は。美味しいです。卵もトロトロで。お出汁の後のカツオの出汁を取らはったカツオで、これね、多分佃煮作ってはる。美味しい。
エビ天のうどん持ってってくれ。はい、冷やしね。はい。はい。も見といて。はい。最近の冷やし。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。なんでもない。勘違い。釜玉が一つと塩唐揚げ定食を2つで、両方冷やして。はい、以上です。はい。鶏天釜玉焼き、唐揚げにどちらも冷やしです。鶏天一つ目いきます。漁師とアナゴいきます。やば。気分ばっかりでございます。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。海鮮の置いとくよ。反対側の取り出しを。失礼します。唐揚げ定食を一つ目ですね。からありましたか？からお探し。近所なんです。はい。で、もうここだいぶ長いこと来そうな。でも休みの日とかやったらもう必ず、今日は巌流島の日やなみたいな。唐揚げ定食もう大好き。大好きなんですか。ここに来たら僕は必ず唐揚げ定食を選びますやな。めっちゃいつもいっぱいなんで。ね、びっくりしました。大体いつも11時20分ぐらいから並び始めてます。
美味しい。美味しいですね。やっぱりボリュームもね多いんで満足しますよねみんなね。おはようございます。お願いします。握り昆布1。やっぱ15年ぐらいになるんかな。こうできたばっかりとか、それぐらい、多分それぐらいから来てるんやと思うんですよね。だしが美味しい。それが値打ちや。ここね。だしが美味しいのと、多分だしを取った鰹節をふりかけにしてるんやと思うんやけど、あれがもう本当に美味しい。結構遠いけどね、遠いけど食べたくなる。100円のお返しです。ありがとうございます。はい、昆布。握りのね。はーい。あ、すごいね。ご飯の上に乗せて食べてみて。まだおばちゃんおうどんが来てないけど、おうどんがこれに来るんや、これが。そう。そうよ。ほんまに。だから葉っぱがいるよねっていつも思うんです。これにこのうどんがもう一個来るんです。すげえな。コロッケにプラスでおうどんがついてくるんですけど。すごいね。お待たせしてあります。後でお気をつけください。感想言って。だしが美味しい。やっぱりお出汁が美味しい。ここだと。うどんも。喉越しや。このコロッケはさ、家で手作りしてもこの味じゃないやん。美味しいなこのコロッケな。
美味しい。ネタが新鮮で綺麗やった。一番最初の初っ端の印象が。だしとったった SDGs。美味しいな。これは本当に美味しい。失礼します。午前お一つ目ですね。こちら。これ1050円でこれです。1050円で贅沢ですね。耳ついてるね。ちょっとお出しどうぞ。次第のご案内になりますので、お名前書いてお待ちください。お待たせしました。めちゃくちゃ美味しい。美味しそうですね。唐揚げご飯にうどん。ありがとうございます。ありがとう。まだうどんも食べれる美容室なんで。単品ね。後ろいたよ。かけた。はい。じゃあ単品のかけうどんね。あ、いのちゃん。ああ、高いな。ここちっちゃくですか。おばあちゃんのとこ。あ、賢い。上手。あ、上手。おいしい。おいしい。おいしい。大体の漁師もんですね。すみません。失礼いたしました。すごいな。ね、つるつる。あ、なんか美味しそう。美味しそう。いや、ええで。どんどん近づけていかんと。いけいけ、一口でっかい。うまっ。やば。いやめちゃくちゃうまいです。はい。新鮮なんですか。魚が新鮮ですめっちゃ。うまい。高いがあったね。これ海鮮丼美味しい。美味しいよね。よく来られるんいやですか。初めてです。奥さんのご両親がここおすすめしてて、しかも昨日言われて、そう行ってみようって言って。握り仕上げてか。はい。お気をつけくださいね。おいしい。美味しいな、うどんも。うどん美味しい。もうちょっとで。お寿司いきます。皆さんお寿司で頼まれてるんですね。みんなお寿司です。お寿司が美味しい。お寿司を頼まれた理由としては。もうお昼のおすすめで。せっかく来たから、やっぱりおすすめをいただこうかなっていうのが。美味しいです。美味しいですか。美味しいです。チューチューして。チューチューは。
美味しかったね。美味しかったか。みおちゃん、何の YouTube 見てんの？これ見てます。あ、この YouTube 見るやんな、いつも。ごちそうさまでしたわ。上手。ごちそうさまでした。バイバイ、ティノちゃん。バイバイ。バイバイ。これはこの鉄火巻きに使うやつ。そうやね。まあ、同じところと、筋が多いところはこうやって、筋あったら、口に残っちゃうから。全部ね、一から切っといてとかでもなく、そうそうそう。ちょっとやっぱりお時間かかっちゃうんですけども、切り置きとかはしてないですね。魚でも切ってたらその分やっぱり劣化していくんでね、時間とか。もう注文通ったら切るっていうのを、開店した時からずっとやってるんで。サラリーマンだからサラリーマン。兄がちょっと店もう一個しよう思うんや言うんで、じゃあほんなら手伝いにやってみようかなっていう感じで。いや、まさか親父が長年合わせたねスートシャリを自分がこうやるとは思ってなかったですけど。お父さん喜んでたりします？どうですかね。わかんない。何も言われないですか？毎日悪戦苦闘です。あ、そうなんですね。はい。
はい。天ぷらにして美味しくなるように。うどんの天ぷらやね。天粉がある程度乗った方がね、だしに美味しいでしょ。だしの風味をちゃんと衣が吸うようにっていう意味で。だからこうやって表面積を大きくして衣が乗るようにして。あ、これシンクしてそこの低温調理機械に入れて、低温調理します。そうなんです。炊かなきゃダメなんでね。これはいろいろブレンドした今からカレー、あ、カレーですね。これ洋食屋さんと一緒ちょっと加熱してあげることで独特の匂いがする。20年前に西宮の力丸ラーメンが最初なんです、新しい事業を作ろうっていう時にその時に作ったのがだからIKEA食堂ですでIKEA食堂がスムーズにいってその2年後に岡本っていういい場所ここですね、に素敵な物件が出たからワンランク上のうどん屋作りませんかっていうのでここをこれが3号店ですね。3号店。よっしゃこれできた開けよう。はい。これでも鶏天刈り上げします。はい。20年前に
片手でこういうのを前菜の8寸盛り合わせです。今日夜宴会が入ってるんです。そうなんですよ。宴会のお客様が多いです。いや、隊員が1人です。太麺と太麺2種類あるんですよ。お客さんに選んでいただけるので、特にぶっかけうどんとか冷たいおうどんは細麺が多い。夏は1からつける G から全部これ白いカレーうどんで、これが白いカレーに使うカレー、黒いカレーで、これが鯛だし、鯛をベースに使ったおだし、わかめから何から何まで全部小分けして、何種類ないともう分かんないです。じゃあ3ヶ月に1回新しいうどん出すんでね。はい。みんなに売られる。頑張らな。真ん中ですね。はい、真ん中のお菓子になります。白カレータイつけざる。来年見て。はいよ。
はい、いらっしゃいませ。お願いします。うどんにしようと思ってたんですけど、カツ丼頼んじゃいました。タイですか。タイです、タイです。冬は鍋焼きうどんとかよく食べます。季節のものも結構食べるし、あとは定番にちくたま天も何食べても美味しい。はい、親子カツウーバーです。はい、取り点何が2番さん。預かる。はい、出た。はい。お願いします。はい、お願いします。お願いします。失礼いたします。はい、どうぞどうぞ。はい、お願いします。はい、3番さん、親子丼です。はいよ。はい、これ。ありがとうございます。食見せ場や根菜。はい、すみません。はい、カツ。はい、お願いします。ありがとうございます。お客様お帰りです。はい、ありがとうございます。根菜山頂。根菜山頂上がります。はいよ。はい、根菜山頂。根菜山頂上がります。3名様で1名様がはいよ。あと2丁太大上がります。はいよ。夕方だけど。食べにくい。はい。あ、何円？いいよ。お願いします。営業のとこはどこねや。作業。
それぞれ2丁、細大1丁、太1丁、横だ。大盛り。ラーメン盛りお願いします。大が2丁。うまっ。めっちゃうまい。ございます。ありがとうございます。はい、横入ります。はい、お願い。上から。はいよ。はいよ。はい、いらっしゃいませ。はい。連弾次お願いします。準備 OK。連弾お願いします。はいよ。より。はいよ。連弾準備です。失礼いたします。こちら間前天丼です。岡本の中では一番うまい。人気やね。予約してきた。あ、予約して。それ美味しかった。お味はどうですか？美味しい。今日は天丼。天丼。はい、ちょっと。5巻。6巻です。6巻。はい。天丼長期です。はいどうも。カツ入った。はい。はい、唐揚げ重大盛りです。変だの細曲がり。あ、大丈夫。あら、天丼。はい、カツ丼。はいよ。はい。はい、ありがとうございます。これ容器ちょうだい。いいよ。はい、ルバ出しまして。はいよ。
右が先上がる。左があと大渋滞やな。はい、宮地。はいよ。おります。はい。はい、ありがとうございます。はい。これ取り手やな。取り手に変えろって。今通ったところ、頑張る。はい、2回100円ます。はいよ。はい、お願いします。通ります。お願いします。はいよ。はいよ、鴨ステーキです。いいよ。お願いします。トッピングのナインエビ天の棒2本。はい、筋ナスごぼうかき、ナインエビ1。ごぼうかきはナインエビ2丁。1丁先落ちる。波。それ上げたらごぼう。はいよ。天ざるも上がる。はい。天ざるとこれは。ナインエビと天ざるも。お願いします。ナインエビも上がります。まだですね。わかりました。はい、お料理開けます。はいよ。ちょうだい。はい。シリアス、ホット、ライム。ホットジョーゼルお願いします。はいよ。このじゃないね。お願いします。よ。はい、次ホット。はい。塩だ。細は大盛りお願いします。いいよ。親子大丈夫。2丁上がります。はい、次やつ。コールドもそんなに。コールド。エビ天第2本。はいよー。はい、つけざる。これ親子2丁で間違いない。はいよ。じゃあ、なんか今。なんか詰めてるわけじゃないやろうけど。はい、2回直しました。お客様お帰りです。ございました。ありがとうございました。はい、鯛出しは2丁上がります。お願いします。これ9番。ありがとうございます。今から行きます。
はいよ。はいよ。はい、お願いします。お願いします。はいよ。寿司ナス筑前上がります。はい、お料理お願いします。よ楽しい。おにぎり一緒にお願いします。2丁もリフト。はいよ。伝票はリフトで入ってます。はいよ。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。白カレーお願いします。白第2丁はリフトでいきます。はいよ。大玉町2名様3名様よ。はいよ。お願いします。10番チェック。上の白い部分がじゃがいも風味っていうか、下は普通にカレーうどんって感じです。いらっしゃいませ。お願いいたします。はいよ。いらっしゃいませ。揚げ出しに3丁上がります。はいよ。はいよ。はいよ。お願いします。よっ。鶏天筑天、生前ご飯、ラインエビ天2本。お願いします。鶏天も。あ、なんか追加で。大丈夫。はい。鶏天と大盛りお願いします。三角さんラストです。泡醤油な。持っていか。あれ。玉ねぎご飯。いざございます。はいよ。はいよ。おめさまよ。はい、そこで2丁出てきます。大のエビ天2尾、玉天ご飯、筑天鶏天。はい。はい。はい、お願いします。はいよ、根菜の細。はいよ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、午前の揚げ出しお願いします。取れます。すみません。では、とろろ回しといて。はいよ。はいよ。はい、いらっしゃいませ。とろろご飯です。はい、天ぷら上がってくるよ。
ゃいませ。はい、いらっしゃいませ。天ぷらうどんお願いします。白カレーダイナミ上がります。はい、伊豆御膳お願いします。はいよ。天ぷら上がります。はい、これ伊豆御膳が4番さん。はいよ。天ぷら上がります。はい、これ伊豆御膳が4番さん。はい、続いて料理、天ぷらうどんととろろご飯。はい。うどん屋さんとは思えない突き出しがこれが全部ついてくると思うよ。ソフトドリンク付きで天ぷらうどんととろろご飯。俺もそっから見た。マダイの揚げ出しになります。こちらで失礼いたします。こちら伊豆御膳エビとキスの天ぷらになります。いろいろ来ますね、伊豆御膳。これで1980円がお安いです。具材がおいしいです。お出汁が美味しい。関西風でやっぱりお出汁が美味しい。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。コンテナの瞬間からちょっとグッとあれよね。はい。おにぎり2、白カレー、ヤーマーフライ、タイスケザル。はいよ。よっ。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いいよ。カツ丼。はいよ。はいよ。ご注文以上でお揃いですか？はい。はい。魚も食べとき。ね。また。もうよく来るんですか？すごい愛用ですよね。もうね。よ伊蔵さんのおにぎりがね大好きで。あ、そうなんですか。これだ。甘いものフライ。これだ。いや初めてなんですけど食べてますね。これだ。いや子供が連れてきやすいので。連れてきやすいね。何でも美味しい。何でも美味しいね。なんか麺も選べるしね。太さも。いや太麺で頼んでますけど。いつも太麺で。細かったら子供もね食べやすいですしね。はい、あ、おかわり。おかわり、はい。野菜変動。野菜変動です。あれを。違う。はい、どうぞ。でも食べてる。
梅昆布うどんお願いします。国際がいますよ。今年です。家族連れが多いんで、まあママ友会は2階でやってもらったりもしてたり、まあ、お子様連れのお客様とか学生のとかもそう、じゃあどうするかって言ったら提供スピードもそうやし、うどん屋やけどホールスタッフの接客のそうですね、クオリティもしっかり意識はしてもらってるんで。食べたいご飯上がります。どうな。かけになります。はい。卵天かけご飯です。卵天かけご飯。で、お味はいかがですか？めっちゃ美味しいです。鶏天ぶっかけ。注文以上のおつもりですか？ここ来た細麺です。あ、ここちら細麺なんですか？あ、そうなんです。いつも。そうなんです。ただいま。あとリフトで上げていきます。ゆうこばお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。スターご来店お待ちしております。お願いします。お願いします。緑のアメちゃんにしてじゃ。メガネをね。店のこのこちらの方の YouTube。アメさん。めっちゃコメントしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。こちらお出汁の量調節してます。
不安とトロです。あ、おはようございます。釜に火つけて、昆布とカツオですね。昆布とカツオ。はい。枠まで持ちます。ここで固く結びます。入れます。ここで3代目ですね。3代目。はい。1代目が8年、2代目が47年。私2ヶ月です。2ヶ月。なんで2代目にめちゃめちゃ迷惑かけながらやってますね。もともとは何をされてたんですか？介護施設の経営と病院の経営やってるんで、今もやってるんですけど、現在も。はい。たまたまここから3席目、この席ですね。でうどん食べてて、美味しいですねって話しかけましたが、後継者がいないんで閉めようかなみたいな話になってて、もったいな、こんな美味しいのにって、次の日から会社放り出してここで働いてまして。何もしたことないです。包丁だって握ったことないですし、料理未経験からうどん屋さんということで。そうですね。創業55年の看板に傷つけちゃいけないので。天かすって冷やしとかにも使ったりするんで、サクサク感と食感結構大事だなと思ってまして、細かいのがあったり大きいのがあったり、いろんなものがあると歯触り良くなるんで。こっちが蒸留水。ほぼほぼですけどね。あ、負けてます。冷めるまで。
天かすもさっき揚げたばっかり。出身関東なんです。関東のうどんって醤油ベースというか結構濃い口が多いんですけど、関西ってやっぱだしの味がすごいんで、このだしの味をなんか伝えられたらいいなっていうのはすごく感じるんですよね。この玉を使ってうどんを作ります。昔から使ってる、なんていうんですかこれ、伸ばし棒、綿棒ですね。綿棒昔から使ってるんで。普段はもっと綺麗かもしれない。何回言うねん。で、さばきます。はい。冷やしぶっかけです。おはようございます。よろしくお願いいたします。すいません。パートさんたちが全員ダメで、無理くりお願いして、保育士さんたち。保育士さん。お願いします。失礼します。保育園の園長。園長さんですね。はい。お願いします。普段も園長と職員で保育士で。もう本職全然違うのに。何やってんだろう、うどん屋さんって普段はどんな感じなんですか？どういう？こんな感じですよ、普通に。でも自分の会社に行かれると結構厳しめです。なんか厳しく言われてる時もあるし、みんな社長ってやってるけど、私はごめんなさい、タメ口なの。平栗さんが怒る怒り方って切れるんじゃなくてネチネチなんですよ。悪口やんだから。ネチネチだよね、どっちかっていうと。ふざけんなよじゃないもんね。あ、全然ないですね。こうネチ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 。ネチネチネチ。まあ私もどっちかっていうとそっちのタイプだから。はい、まだあります。そこに置いといて。持たなくても大丈夫。はい。これ一籠。入ってる子一番上にしましょう。はい。ほら。この氷何に使ってるの？冷蔵庫壊れてるから、左から奥から1、2、3、4、5、6、7、8。この T の1、2、3。なんかね、なんとかうどんとか、カレーとか。カレーとか。はい。釜揚げ天ぷらだったら釜天、そうそうそう、釜天。天ぷらうどん。はい。これはどこに置くの？ここに破ってこっちそう破ってこっちが新しいこんなもんで大丈夫です。ありがとうございます。ちょっとでこれなくなるから。じゃあいらっしゃいませって言うじゃん。はい。そしたら何出すんでしたっけここって？お茶です。
お茶はどこ？はい、こっちはそこです。橋は向こうだから。そう。うどんには全部レンゲ。あとね。いらっしゃいませって言ったら、いらっしゃいませって言っちゃう人。ああ、逆に。ありがとうございました。またお越しくださいませ。平均ってどれぐらい入られるんですか60人とか。最大のピークの時1日300何杯売ったって言ってたので、もう朝から晩までずっと夜中までやってて、で配達もやってたらしいんで。焼きうどん1、冷やしぶっかけ1、おにぎり1です。はい。ざる3つと冷やしぶっかけ1つです杯ぐらい。はい、そんなもん。またすぐ使います。はい、お待たせいたしました。紅ざるうどんのお客様まず一つ。はい、お待たせしました。まあ、大きいんじゃないかな。
はい、ありがとうございます。汁かけです。はい、お待たせいたしました。冷やしぶっかけのです。はい、失礼します。やっぱり暑くなったんで、ちょっとさっぱりと。冷たいの食べたいよねって言って、行ったことのないおうどん屋さん探して、7月入ったから、冷やしをそろそろ食べようかって言って、それで、はい、毎年そんな感じですね。へえ。はい、一緒に、はい、お客様は何頼まれたんですか？もう焼きうどん、暑いかなと思いつつ、おうどん屋さんって珍しいじゃないですか。和風焼きうどんと迷ったんですけど、でもこっちはあんかけっぽいから、暑いあんかけはさすがにちょっとあれかなと思ってこっちにしました。そうなんですね。いや、焼きうどんにしてはちょっとなんかやっぱりあんかけっぽい。何味か想像つかへんねんけど。ちょっと食べてみますね。ソースは入ってる。でもまあだしも効いてるし、でちょっと甘めの感じのあんね。美味しいです。卵入ったのかな。溶き卵。うん。どんな味が気になる。ありがとう。ご飯欲しくなる味や。なんか。いや、ほんまほんま。食べてみたらわかる。ソースなんですか？焼きそばのソースの感じとは違うね。どうしてこちらのお店はYouTube ちょっと見た YouTube でたまたま見つけて、あ、そうなんですか、はい、ちょうど冷やしぶっかけその時見て、はい、なんか美味しそうやなと思って、美味しいです。美味しいですか。うどんもコシがすごくあって。
しがあってそうそうそう。はい。麺が美味しかった。麺が美味しかった。次気になったメニューとか他にもありました？煮込みうどん。僕天ざる天ざると煮込みうどん、いいですね。今日はこれからどこか行かれるんですか？散策して、ありがとうございます。じゃあまた楽しみにしてください。これ温度が低いと曲がるんですよ、ネジが。なんで量の少ない時は一緒にやりますけど、別の方がいい時もあります。で、エビを乗っけてピーマンと海苔をかけるんですよ。ボール感じで。うどんはいいですよね。ね、一番助かりますよね。そうなんですよ。わかる。うどん美味しいよね。うどん美味しいの。はい、お願いします。カメラ目線で撮る。9ヶ月です。あ、大きいんです。大きいですね。大きいです。とって入りやすいですね、うどんの方が。一緒の食べれるからね。あ、生まれてから。食べるようになってから。もう天ぷらももう全部早いですね。食べるの。お子さんが。変わったらなんかそうですね。食べ応えがあっていいね。よく噛む子になると思う。それは鍋焼きですね。じゃあ鍋焼きで。じゃあ早めにもうすぐお願いします。じゃあ両方ね。一生見とれる、どうしよう。抜きです。はい、お待たせしました。ミックスの牛肉です。おいしい。おいしい。ミックス1つ、冷やしぶっかけ2つ、親子丼1つです。あったかいんだったらミックスか、冷たいんだったら冷やしぶっかけ。全部つけて。
僕が1回来たことあるんですよ。あ、そうなんですか。それで美味しかったから。あ、美味しかったんですか。以前は何食べたんですか。前もこれかもです。あんま覚えてないけど。はい。お味は。美味しいです。美味しいです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。あ、そうですそうです。From Hong Kong から。香港から。香港から来ます。神戸、many times。Many times。ここで初めて。うどんを食べたい。のスープ。はい。スープ美味しい。その熱いうどんは美味しい。いいですね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ミニうどんです。皮ごとでいいです。卵やりますよ。はい。生姜をその上じゃない。そう。さすが。お待たせしました。冷やしぶっかけのお客様。お待たせいたしました。ミックスうどんですね。
ます。うまい。食べる？おうどん屋さんとかお蕎麦屋さんの関東の怖い。おいしい。冷やしぶっかけ2つ。はい、ありがとうございます。冷やしぶっかけ2つです。ありがとうございます。ありがとうございました。冷やしぶっかけ頼まれて、はい、どうして冷やしぶっかけやったんですか今日は？暑いから。いや暑いからですかね。なんか他にも気になったメニューとかありました？全然他見てなかったです。他は見てなかったですか？もうそれぐらい冷やしぶっかけ一択で。今日はこれからどこか行かれるんですか？そうですね、映画見ようかな。あ、映画を見に。いいですね。じゃあその前に今日はお昼で。そうですね、集合して今です。そうなんですね。もう最初からお店に入ろうって。なんか暑いしうどんかなって言って。ありがとうございました。ばあちゃんが飲んでる。ばあちゃんも強制かけ入れてるから。僕冷やしぶっかけうどん。ありがとうございました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 。昔から使ってるんで、もうチコが染み込んでます。いやもう端っここれも削れちゃってるんですよね。そうです。こうするので削れますね。なかなかですね。55年は伊達じゃないですね。本当に。
どうぞ。天ざるです。でしょ、確かに。冷やしぶっかけの。ありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃあるんですよ、それ。地域に根ざしたお店作りしたいなと思ってまして、ああやってその七夕なんかの短冊も書いてもらってるんですけど、4代目大将になりますっていう人がいるんです。で、これ誰が書いたかわかんないんですけど、私3代目なんですけど、4代目の座をもう狙ってる人がいるっていうので血がつながってないつながりですよね。そうですね、はい、初代も2代目も違うし、2代目も3代目も違うんで、だからまあポッて多分誰か現れるんだろうなと思いますけど、まあ、そういうもんじゃないですか、ご縁って。まあそうですよね。はい、まあ、だから100周年を祝えたらいいなとは思ってますけどね。でその頃には4代目5代目6代目って何代目になってるか分かりませんけど、いろんな人にチャンスがあるっていうのはいいことなのかなと思うので、今後も頑張っていこうと思っています。今日はありがとうございました。